どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、空白の100年の謎。それは、冬眠、そして、ポールシフトです。10年以上前から語られている、ワンピース、ポールシフト説。こちらを今回僕も考えてみます。それは3年間考えてきた数多くの過去動画が一つの軸でまとまっていき、ワンピースの謎が解けるかもしれません。それはポールシフトのその先です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでいない人やコミック派の人は多いネタバレを含む内容です。よろしいでしょうか？行きましょう。空白の100年について考える前に、まずは眠りについて考えましょう。眠りはワンピースの伏線の中でも最高レベルの伏線だと考えるからです。例えば、こちらの動画でイム様のヒントキャラだと考えたフィルムレッドのウタは眠りを表すキャラであり、ウタは眠らない女王でした。ウタは人々を眠らせて夢の世界を構築していましたが、ワンピースで眠りといえば、ほとんどの人は眠らない男、黒ひげを思い浮かべるでしょう。黒ひげがなぜ眠らないのか、眠らない生物はほぼいませんから、ルナーリア族のような独自の種族か、もしくはこちらの動画で考えたように原獣種でしょう。しかし今回注目すべきは、眠らない男、黒ひげよりも、その逆、すぐ眠る男です。ルフィとガープはすぐ眠る男。眠らない男も不思議な存在ですが、すぐ眠る男も同じく不思議な存在のはずです。ちなみに、方向音痴のゾロもよく眠る男です。このワンピースにおける眠りには2つの意味がありそうです。一つは、眠って起きるという行動は夜明けを暗示していそうです。ルフィはボスキャラを倒すと眠りに落ちて体力を回復させると新しい朝、夜明けが訪れます。これが基本パターンでしょう。次に2つ目の眠りの意味は3年前にこちらの動画で考察したコールドスリープ、人工冬眠です。3年前、イム様は人工冬眠を生み出して天竜人たちの若さを保っていると考えました。しかしそこから1年前、考えを改めて人工冬眠は天竜人ではなくその逆、全人類にもたらしたと考えました。それはいわば全世界の凍結、スノーボールアース現象だと考えました。イム様は氷河時代を生み出して世界中の人々を100年間冬眠させたかもしれないと、この冬眠、眠りこそが空白の100年の秘密だと考えました。世界中を雪や氷で覆うスノーボールアース現象とは、まるで冷凍みかんのよう。地球は横長な形なので、よくみかんに例えられます。そんな氷河時代がどのように始まるのか、皆さんはご存知でしょうか？1年前の夏に考えたこちらの考察、全世界の凍結、氷河時代を生み出す方法、それは、ポールシフトです。物理学者ミランコビッチは太古から繰り返される地球の氷河時代について地軸の傾きや惑星の公転に影響されていると突き止めました。これをミランコビッチサイクルと呼びます。現在の地球の地軸は基本的に 23.4 度ですが、地軸は 22.1 度から 23.5 度の範囲で傾きます。それはまるで駒のように、この地軸の傾きや地球の公転軌道が影響して氷河時代が訪れると言います。つまり、ポールシフトが900年前にワンピースの世界でもしも起こっていたなら、氷河時代が訪れていた可能性があります。それが全球凍結、スノーボールアース現象。それこそが全てを真っ白にした空白の100年かもしれません。ポールシフト？スノーボールアース？そんなことがもしも起こったら、全世界の人類の破滅だろ？ありえないだろう？そう思う方もいるでしょう。確かにもしも地軸がずれたら、地球は時速1600キロの速度で回転していますから、地表の人間や建物が吹き飛んで破滅します。しかし、安心してください。漫画ですよ。ワンピースは島が空まで飛ぶ漫画。ワンピースは風船で月へ行ける漫画。小難しく考えなくても大丈夫。故にポールシフトによって大津波や火山噴火などが起きても世界の完全な破滅には至らないと考えます。しかもワンピースには不思議な悪魔の実がいくつもあるので、どうとでも処理できるでしょう。そんなワンピースにおけるポールシフト説の歴史は長いです。おそらく10年以上前からネットで語られていますが、僕が初めて出会ったのは今から9年前。2014年のこちらのワンピース考察ブログ、漫画筋を鍛えろの必死くんさんの理論です。当時のワンピース考察はブログが主流でした。
10年前の個人的なワンピース考察者ビッグ3はヤマカムさん、若竹座敷さん、そして必死くんさんのブログ漫画金を鍛えろでした。そんな必死くんさんが語ったポールシフト説を簡単に言えば、宮崎駿監督アニメ未来少年コナンの地殻変動の世界がワンピースのモチーフだとして、リバースマウンテンなどから世界は現在ひっくり返っている状態だと考え、それをルフィがさらにひっくり返す、局を正しい位置に戻すストーリーだろうと結論付けました。さらに必死軍さんはポールシフトが起こす地殻変動から世界を救うものこそが3つの古代兵器だとも考察していました。確かに魚人島の言い伝えでは古代兵器ポセイドンの力を正しく導く者が現れると乙姫は語っていました。それは人を救おうと思えば幾千もの命を救える愛の力です。古代兵器は兵器ではなく人々を救うための愛の力。これが9年前の彼の理論、神考察です。それから時は流れ、昨年秋に大人気考察 YouTuber、ドロビザさんも地学を用いてポールシフト説を唱えました。こちらもまさに神考察でした。もはやワンピース考察においてポールシフト説は揺るぎないものになっているでしょう。もちろん僕もポールシフト説の可能性は十分にあり得ると考えます。まず、ポールシフト説で最も重要となるのが地球の地軸の角度が 23.4 度だという点です。23.4 度とは234話のタイトルはご記憶くださいますように。扉絵には磁場が狂うと迷子になるクジラがいます。おいおい、そんなのはチープな偶然だろ、そう思うかもしれませんが、例えば他にも1013話ではトルネードテンポを放つナミやライウンゼウスの天候の話ですが、1013という数字は1気圧を表す単位1013ヘクトパスカルと同じ数字なのです。つまり和田先生は語呂合わせだけでなく話数に多くの意味を持たせている。他にも10月31日はハロウィン、トリックオアトリートならば、1031話はライフオアおしるこ。10月31日ハロウィンイコール1031話です。他にもたくさんありますが長くなるのでこの辺にしましょう。とにかくワンピースでは話数に様々な意味を持たせています。これらのことから234話は地軸の傾き 23.4 度を表すと考えられます。となると地軸を表す234話を試しにポールシフトのようにひっくり返してみましょう。僕はこちらの動画や最新話の考察において反転話数の理論を提唱しています。234話をひっくり返すと432話びっくり箱。そこにはすぐ眠る男ルフィとガープ、ここに繋がってきました。つまりはやはりポールシフトが起きると眠り冬眠が起きる可能性。そんなポールシフトを表すであろう234話には五老星とそしてラフィットが初登場しています。このラフィットは催眠術を使う男です。つまり眠りを操れる眠りです。しかもラフィットはステッキをくる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 地軸のように回している。ポールシフトと眠りは関連付けられている。眠りと反転といえば1076話の扉絵も意味深です。1076話の扉絵では天地がひっくり返る波と眠るチョッパー。1076話の隠し話数の語呂合わせは天地無用。天地無用でしょう。天地無用とは逆さまにすることを禁ずる。これらの要素が空白の100年の話につながると個人的には考えられるわけです。空白の100年とは900年から800年前の間に起きました。この年号も話数とリンクしていると過去にすでに考えました。例えばある王国が滅ぼされた900年前の話とつながるのは900はバッドエンドミュージカルビッグマムに滅ぼされたサニー号。それはイウ様に滅ぼされたある巨大な王国につながる。その次の901話は901年前死んでも死ぬなよ。さらに次の902話は902年前エンドロール。902話では綿あめ雪が降る。そしてプリンが3時の記憶を奪い取っています。つまり900話から902話の流れは空白の100年を暗示している。さらに深読みすると902話エンドロールとはエンド終わりのロール回転。それはポールシフトを表す。雪、凍結と記憶についてはメリーゴーとのお別れのシーンでも印象付けられていました。他にも凍結と記憶といえば1064話の扉絵も意味深です。
氷を使う青生地九山と記憶を奪えるミツメ族プリン、そしてワプワプの実のバンオーガーもいます。ワプワプの実とは移動、ワープの実です。島や大陸がポールシフトで移動したのか。このトリオ1064話こそが氷、記憶、島移動、空白の100年のヒントなのでしょうか。さらに1081話は青生地九山の話でヒバリアウルフが凍結していますが、1081話の扉絵も眠りでした。そんな空白の100年は800年前に終わりを告げました。それならば800年前を表すのは800話の扉絵です。寝ている白雪姫のロビンを起こそうとするサンジ、これも眠りと雪。ここで一旦まとめましょう。900年前、その前後にはおそらくポールシフトが起こった可能性があります。これにより全世界で地殻変動や大洪水が起こった。その後待ち受けていたのが氷河時代、全球凍結、人類の冬眠なのかもしれません。それこそが空白の100年。空白の100年とは眠りとの戦いだった。それでは次にポールシフトについてさらに深く考えましょう。ポールシフトをメジャーなものにした人物がいます。それはアメリカの研究家チャールズ・ハプグッドです。ただしハプグッドが唱えたポールシフト説は少し変わっています。皆さんが想像しているポールシフトではありません。それは地軸が移動するポールシフトではなく、大陸のプレートだけが移動するポールシフトを唱えていました。ポールシフトとは曖昧で、主に3つの種類があります。1、地軸そのものが移動するポールシフト。2、地磁気、極だけが移動するポールシフト。3、大陸の近くだけが移動するポールシフト。この3つです。おそらくほとんどの人が1、地軸の移動を考えるでしょう。しかし、ハプグッドのポールシフトは1でも2でもない3、大陸の移動です。それは正確には地球表面の近くだけが滑ってずれることで、結果的に地図上で地軸の位置が変わっているという理論です。この理論は科学的には否定されていますが、ワンピースは島が空へ飛ぶ漫画であり、しましまの実のアバロピサロや石石の実のピーカは大陸や島、プレートを動かせそう。そんな大陸移動とはまるでみかんの皮。地殻変動、プレートだけが滑る、ずるむけるみかん。みかん。世界地図を完成させたい。ナミはみかんが好き。ナミのタトゥーもまるで S 極、北極が移動するポールシフトのよう。もしくは地磁気の流れを表しているのか。もしもワンピースで起きたポールシフトが軸は動かずに大陸だけが動くポールシフトの場合は、軸が動かずに回る原産の風車にも似ている。ちなみに1、地軸が移動するポールシフトの場合、例えば地軸が90度傾いてしまうと太陽の位置がほぼ固定となり、パンカーザードのように星の半分がずっと太陽が当たって灼熱になり、星のもう半分は太陽が当たらず極寒になります。一方、地軸がさほど動かずに大陸や島、近くだけが動くハプグッドが唱えた3のポールシフトだったなら、ワンピースではジャヤやスリラーバーグなど島の移動は珍しくありませんから、そこまで壊滅的な環境にはならなそう。例えばドレスローザ編でも大地は動いていましたし、何より聖地マリージョアでは地面が動いていました。そこでは連結棒という棒を固定して地面が動いていました。そんな地面が動くトラベルーターに乗ることを白星たちは拒否していました。もしもこれがヒントなら、地軸は動かずに大陸が移動する3の大陸移動のポールシフトのパターンもあり得る。もちろん地軸も多少動くでしょうけども、ちなみに先ほど地球の地軸は 23.4 度だと言いましたが、25年前、小田先生のワンピース初期構想の時点では 23.5 度でした。地軸は長い年月をかけて 22.1 度から 23.5 度の間で変化します。そこで221話と235話も見てみましょう。221話の扉ではウソップが目覚ましロケットで寝ているルフィやペンギンを起こそうとしている。またもや眠りと氷。一方235話はノックアップストリーム。それは島の移動を表している。235話には磁場の影響を受けるサウスバードも登場しています。そんなワンピースとは一かけらのことです。それはいわばパズルのワンピース。3年前から言ってるように、ワンピースとは島のかけらなのか。地球の島々、つまり大地のプレートは
いわばパズルのよう、みかんの皮のよう。島々はかつて一つの巨大な大陸、パンゲア大陸でした。マリージョアのお城の名前もパンゲア城です。パンゲアのパンとはギリシャ語で全てという意味です。ビッグパンもひっくり返っていました。そんな世界の国々が一つになったのがパンゲア城を構える世界政府です。そこから溢れた国、パズルのワンピースこそが滅ぼされたある王国、そしてラフテルなのか。さらにもしかするとその国、その島はマリージョアの麦わら帽子のように今もなお氷漬けになっている。その氷漬けの島、凍っている国がポールシフトで再び温暖な地域に戻るとき溶ける。ワンピースの謎も溶ける。氷が溶けるとき謎も溶ける。溶けるイコール溶ける。ラフテルまたはある王国が凍っている可能性。そんな風にも考えられます。そしてポールシフトといえばウォーターセブンの北の駅、シフトステーションでしょう。このシフトステーションには謎のキャラがいました。それはクロールで泳ぐカエルの横綱。それはひっくり返る。クロールとは回る。この横綱とシフトステーションが登場したのは322話。322話ではルフィが凍った俺の真似。ゾロは寝すぎだと怒られている。この322話が表すイメージはポールシフトによって世界地図が大きく変わり、氷河時代が訪れ、人類が100年間冬眠したことを表しているのか。さらに冬眠といえばドラム王国では意味深なやりとりがありました。それよりな、知ってたか？雪国の人たちは寝ねえんだぞ。あ？なんで？だって寝たら死ぬんだもんよ。この謎のやりとりは134話です。134話のタイトルはドクタークレハ。イム様のヒントキャラドクタークレハが初登場。そんなクレハの語呂合わせはクレハ。908話イム様の回です。そんなイム様の語呂合わせはイム。16話曲芸のカバジ。このカバジは駒を回しています。その駒はまるで地球の地軸のよう。しかもカバジが乗っている一輪車はまるで軸は動かずに回るポールシフトのよう。そんなカバジと戦ったのはオレンジの街でした。みかん。さらに僕はこちらの動画で類似話数の理論も提唱しています。16話イムの類似話数は106話と1060話です。106話はウソップが作ったスノークイーン。さらによく寝ていた方向音痴のゾロ。そして1060話はイム様の攻撃。このように僕の茹で上がった理論でもつながる。それでは最後にここまで考えてきた全てのストーリーとつながるとある漫画を紹介しましょう。それはワンピース連載前に20代の小田先生が影響を受けたかもしれない漫画。それは MMR マガジンミステリー調査団。なんだって？ MMR とは人気ドラマ X ファイルに似た SF ミステリーを扱った当時の大人気漫画です。その MMR 旧刊がポールシフトの話。この話が週刊少年マガジンに掲載されたのは1996年ワンピース連載開始の1年前です。MMR 旧刊では地軸の狂い、渡り鳥や回遊魚の狂い、ポールシフトが1999年に起きるという予言、それによる瞬間冷凍地獄、さらには超大洪水、それを回避するための人工冬眠、すべての要素が一致しているんだよ。そうか、謎が解けたぞ。ワンピースと MMR、そのつながり、それは一巻から提示されていたんだ。以上です。今回は3年間考えてきた数々の考察動画とつながるポールシフト説の可能性を考えてみました。その可能性はかなり高いでしょう。それはポールシフトによるスノーポールアース現象、全人類の冬眠こそが空白の100年の謎なのか。多くの過去動画が一本の軸でつながりました。軸だけに。軸の語呂合わせは軸。29話坂道、雪でひっくり返るルフィ、催眠のジャンゴ、地面を滑るゾロ、北がわからないルフィ、謎はすべて解けた。世界の創造主天竜人、彼らは本当に世界を創造してしまったんだ。地殻もしくは地軸を移動することで
世界地図を自分たちの都合がいいように変えてしまったかもしれない。彼ら天竜人たちは本物の世界の創造主だったんだ。皆様どう思われましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。